じゃないっすね。やっぱり一気にこう大きい量を染めるわけにはいかないので、ちょっとの量で色調のチェックであったり確認というのをするためにこの理科の実験室というような部屋があるような形です。うちにはこう2万色以上ストックがあるような形ですね。濃くする分には染料を多くするにいいんですけれども、やっぱりこれを例えば薄く染めたい、まさにそういうふうにグラデーションを作りたいというと、やっぱりより繊細な染料であったりとかっていう調整が求められるので、やっぱり本当に苦労しながら染色をしているような形で。例えばこうグラデーションを作りたいときは同じ色に対して違う色を1色とか入れたりして混ぜて糸としてグラデーションを作っていく。この会社さんだと何色ぐらいこの使う毛糸の色っていうのは？ちょっとやっぱ今まで染めてきた色は約2万色以上を染めてきたって言われてます。案件ごとに色って違うので、例えば青一つにその都度染めたりとか。製品の名前になるんですよ。例えば松風っていう絨毯に使われる糸がこの色ですよっていうか。これがうちの原点でもある手織りという製法で、中国人のいわゆる先生たち、技術者たちに教えてもらった織り方ですね。一日に織れる長さというのが決まってて、大体肩幅で7、8センチぐらいしか織りを進めることができない。見た通り、一結び毛糸を縦糸に結んで切っていくという繰り返しの織り方です。これは一粒一粒折る場所がちゃんと決まってるので、指定された色糸を間違えて取らないように気をつけてます。後ろの図面がですね、これ絨毯と同じサイズの原寸大の図面なんですよ。このドット絵のようにありますけれども、で1回のこの職人さんのこの結びがこの小さい1マスなんですね。今1回結びますね。はい、これが一粒というか、面を見ていただくとカタカナが振られてるじゃないですか。はい、これが色の番号になってて、方眼紙とあと縦糸にも赤い線が振られてあるかと思うんですけども、糸越しに図面を見ながら今自分がどこを打ってるのかっていうのを職人さんは考えながら色識別っていうのも判断しながら糸を選んでいくので。この上の棒みたいなやつはどういうふうに使うんですか？で、糸が前と後ろで分かれているので、一段折り終わって綾を下げて、この前後を返して、この間に箱糸を一旦入れて、でもう一度この前後を逆にして、でこのもう一本違う糸を重ねて
入れて絨毯の歪みをなくす。でその中を叩いて密度をどんどん。これで1段終わりになります。終わったら下げて横糸入れてもう一度上げて次あや糸を入れて絡みつけて叩く。折り終わった後にこうハサミを入れるとこんな感じでこう模様が。この建物も登録有形文化財に今年の7月に登録いただいたんですよ。80年近い建物で、木造の建物なんですけど、そういうやっぱりこう建物としてのすごく価値もあるような場所なので、うちのまず手織り緞通ですね、泉州という着物の柄をモチーフにした手織り絨毯です。でこの手織り絨毯というのはその中国人の先生たちに教えてもらった、うちの原点でもありこうルーツでもある製法なんですけれども、本当にこう見て分かるように花がこう立体的に浮き上がってこう見えるような技術ですね。これは織り上がった絨毯にハサミを入れるカービングっていう作業を経て最終的にこう完成するんですけれども、最後のこう絨毯としての価値付け、付加価値付けとしてやる技法です。本当にこう足で踏んだ時に絨毯の足の裏から絨毯のこう柄がこう伝わるような一体感であるとか風合いっていうのがすごく特徴的な絨毯です。やはりうちの応接室には約80年使った手織り絨毯というのもありますし、それは踏まれて自然にこうさらされてもなお輝きを放っているので、
やっぱり絨毯というのは特性としてこう使い込めば使い込むほどやっぱり味が出てくるというか、やっぱり絨毯としての価値ってものすごくこう上がってくる、そういうこう敷物なので、とにかく長く使っていただけるっていうのはポイントですかね、うちの絨毯において。パッと見表面見ただけではこうなかなか違いってわからないかもしれないんですけども、手差しの場合はこう裏面をめくるとこう布張りになってるっていうのが特徴です。なぜ布張りになってるのかっていうと、こう絨毯の裏面からさっき職人さんこう糸をこうザバザバっとこう打ち込んでたと思うんですけども、引っ張ると簡単にあれ抜けちゃう状態なので、最後に糊をつけて蓋をすると、そうすると裏面は見えなくなってしまうというような形です。山形が非常にこう貧しい時代になんとかその地元の雇用の場を作れないかということで、創業者の渡辺淳之介が絨毯作りを始めたというのがきっかけですね。中国人の技術者、いわゆるこう先生たちがこの山形の地に来て、年間こう絨毯作りを我々に教えてくれて、根付いたこの山形の絨毯文化というような形になります。これ何年前の写真になるんですか？昭和なので1935年なので、本当に90年ぐらいですかね、前の写真になりますね。で、日本にはまだ絨毯という文化はそこまでこう根付いてない、昭和の時代だったので、我々の原点はルーツはこう中国というところにあるような形ですね。これがうちの会社にある、一番こう古い絨毯というか、中国人のいわゆる先生たちに技術を教えていただいて、ほぼ初期に作った一枚で約80年使っている絨毯ですね。このなんかシルクのような艶やかさ確かにっていうのは、やっぱりこう染めと織りがしっかりしてるから、これだけの時を経てもこれだけの輝きを放っているっていう、ある意味こううちのものづくりを象徴するような一枚。